こんにちは、加藤です。今日はモデルさんのご協力をいただきまして、久しぶりに、顔を描く、そういった回にしたいと思います。用意したのはいつものクロッキー帳と、鉛筆はステッドラーの 5B、あと練りゴム。これでいってみたいと思います。ポーズ時間は一応10分でいってみたいと思います。だいたいここら辺くらい。この辺からこの辺まで。こんな感じかな。はい、顔の大きさこんなにしようかな。このくらいにしようかな。この辺にしましょうか。で、首が刺さっていて、襟があって肩につながる。いつもの通り大きな作り、構造感を捉えていきます。耳の位置、あと髪の毛と顔と、どこまでが髪の毛で、どこからが顔なのか。頭部のボリュームの中の、髪の毛と肌との比率を見ていきます。頭この辺、顎この辺、顔の中心、正中線がこの辺りで首。で、首ってね、意外にしっかりしてますからね、あんまり細くなるタイプの人いますけれども、自然な感じでいきましょう。で、今日は襟付きのシャツ。で、ベスト。大きな作り、こんな感じでいきましょうかね。はい。右上からの光なので、左サイド、このほっぺたの途中から影になります。もう一気に調子つけちゃいましょう。髪の毛の色も一緒に塗っちゃいましょうね。5B を寝かせて使うと、こんな感じのトーン、調子がつきます。はい。いつも私言ってますけれども、形取りっていうのを徹底的に追求して、ある程度形が決まるまで調子つけられないっていう人いますけれども、私はもう早い段階からこうやってね、調子をつけていった方が、形取りがスムーズにいくと思います。つまり人間の目って輪郭線で物を見てないんですよね。明るい形、暗い形っていう色面、色の面積比でシルエットで物を見てる、印象を捉えていることが多いと思うので、多分この方が合理的、形を捉えるのに、短い時間で印象を合わせるのには合理的だと思います。首の位置がなかなか決まらないですね。こんな感じかな。向こうの襟ちょっと大きいですね。はい、大まかな構造できたけど、もうちょい上向けようか。はい、ここ眉の位置。で、ここが顔の中心。鼻はここですね。比率で言うと、眉の位置、鼻の頭の位置、顎の先端。そして唇がここ。結構ね、皆さんね、この鼻の下が長くなることが多いんですよ。どういうことかっていうと、この口の開く部分が、鼻のこの終わりから顎の先端の真ん中に、この辺に来ちゃう人多いんですよね。こことここの間の、ここに口の開く部分、口が来ちゃう人が多い。だけど実際はここってね、下唇の下の端、先端になることが多いので、実はこの口の開く部分ってね、もうちょっと上に来ます。今回モデルさんはこの辺ですね。こんな感じ。下唇の厚さは上唇よりもちょっと厚め。下唇の下にちょっと影ができます。で、顎はここちょうどお団子があるような感じ。丸く捉えていきます。鼻はどうでしょう。鼻はね、高さがあるので、正中線よりも若干右側に盛り上がって、位置が右側にずれます。これ意識しておかないと、鼻の高さ、奥行き感が出ないんですよね。気をつけるポイントなので、覚えておきましょう。はい。大まかな作りできてきました。目の位置どこでしょう。眉毛よりもちょっと下。眉の位置、目の位置、目の下、涙袋。目の下、そこまでを目と考えましょう。ここら辺まで。で、位置が決まったら調子、影をつけます。目もね、これ、眼球が入ってる立
体なんですよね。なので、目のくぼみの影を一緒に入れていきましょう。はい、一気に描いていきましょうね。この辺でちょっと輪郭整えます。眉毛の始まるところから一旦引っ込んで向こうの頬、ほっぺたで一段段差があります。そして顎につながる。当初捉えたこのぐるぐる何重にも描いた丸よりもだいぶね、シャープにスリムになってきましたね。はい、眉毛の位置、目の位置。で、今回目線は若干右上見てもらっているので、こっちに向かっていますね。目の位置、左右の眼球の位置確かめます。あと何度も言いますけれども、白目って言っても白くはない。まぶたの影が下に落ちるので、まぶたの影のせいで白目が白くないっていうのを覚えておいてください。眼球の位置ね、何度も書き直している間に動いていきます。ずれていきます。ハイライトが入って、で、この黒目の中のこの瞳、真っ黒い部分があって、若干周りね、茶色く、虹彩って言われる、なんて言うんでしょうね。なんかひだみたいな、そういうところがあって、下まぶたへつながる。形何度も取り直しています。今目尻をね、結構下げすぎていたので、ちょっと上げていきます。二重の二重の上のピーク、一番上の部分、形直してます。こんな感じかな。眉の位置がちょっと下がってきちゃった。はい、この辺でいきましょう。はい、小鼻の位置、鼻の穴、向こうの鼻の穴、向こうの小鼻、鼻の下、なんか筋みたいのがあります。で、ここでね、ちょっと思い切って調子影をつけましょう。結構ね、鼻に影を入れる、調子をつけるのが苦手な人多いんですよね。なるべく少ない労力でっていうか、影を描かないで鼻の立体感出したいと思うのか、なかなか思い切って調子つけられない人多いんですけれども、鼻の高さ、つまめるくらいの高さを表現するためには、やっぱり思い切った影入れてあげないといけないんですよね。あと鼻の中、鼻の穴は結構強い暗い色、濃い色使ってあげましょう。今日は画用紙じゃなくてクロッキー帳なので、鉛筆の黒色がちょっと出にくいですね。どうしても薄くなっちゃう。筆圧少し強めにいきましょう。はい、ここ前髪がかぶさってきます。鉛筆ちょっと立てて持って先端を使って描写していきます。自分に近いところ、形がはっきりしているところ、ちょっと強めの調子、タッチ入れていきます。で、ここは前髪が浮いていて左に流れる。自分に近いところ、先端に近いところはちょっと筆圧強めですね。こんな感じ。で、ここから左はちょっと影の仲間にしちゃいましょう。ここで一旦ガーゼで撫でます。はい、顎のライン、エラから顎の先端にかけて結構強い線を引く人多いんですけれども、あんまりここのライン強く引きすぎると、やっぱりね、こう、ちょっとイラストっぽくなっちゃうんですね。イラストっぽくっていうのは、ちょっとね、説明的になっちゃう。顔と首との境目をそこまで説明しなくてもいいんじゃないかなと思うときには、ここの部分、ちょっと柔らかい調子で、首と顔との接続部分ですね。調子を柔らかく入れていきます。で、
首の形を決めて襟をかぶせていきます。自分に向かって出てくる襟なので、結構強めに調子をつけていきます。はっきりと。今回は顔の描写がメインなので、この服の描写、描きっぷりは、ほぼ線による線描で決めたいですね。ここは書き込みすぎない。ほとんど線だけの表現。線表現で。向こうの襟と、こっちの襟。ここから光が当たってる。こんな感じかな。で、ここで、こんな風にボタンがあると。ここは影の仲間。ラフにざっくりと、形の説明だけ簡単にしておいて、あまり描かない、描写しないでおきましょう。こんな感じ。はい、目の位置、鼻の位置大体決まったので、口書いていきましょうね。唇はね、肌の色に比べて若干赤みが強いので、あんまりそこだけね、わざとらしく濃くすると違和感が出るので、肌色にちょっと調子を足すくらいの気持ちでいいと思います。はい、唇の中心から向こうへかけて、形がね、手前側に比べたらちょっとしか見えていないので、あまり、半分より向こう側大きくならないように気をつけましょう。口の端、この部分ですね、形がね、結構複雑に変化していくので、丁寧に陰影を捉えていきます。あ、今セットして押してなかった。10分以上経ってる。13分。あと1分いいですか？はい。ちょっと気を取り直して。忘れてた。13分経ってた。はい、今度は明るいところを変えていきます。練りゴムを使って、練りゴムってね、消すための道具というよりも、白で描いていく道具なんですよね。描画材料、描く道具として練りゴムを、練り消しを使っていきます。このね、鼻の部分はちょっとハイライトが入って、少し明るく見えてる。下まつげ、上まつげ。で、眼球、黒目が、この辺は結構暗く濃くはっきりと。向こうの目白く残っちゃってましたね。ちゃんと黒くしておきましょう。ちょうどね、眉毛が髪の毛に隠れちゃってるんですけど、このくらいまでは描いておきましょうか。手前、涙袋入れておきましょう。ここのね、クマというかね、その下の部分描きすぎるとね、ちょっと不健康そうになるんでね、描きすぎないようにしておきましょうね。
最後に、ほっぺた方の、光と影の境目の、一番こう、ボリューム感のあるところ、盛り上がっているところ、ちょっと強調して、調子をつけて、仕上げにしたいと思います。この部分ですね、一番飛び出ているところ、ふわっと。こっちは暗く。耳全然書いてなかったですね。耳書いて終わりにしましょう。はい、ありがとうございます。